今日は材料5つで作れるヨーグルトスフレケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料5つで作れるふわふわのヨーグルトスフレケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ヨーグルトを使った濃厚でしっとりふわふわでさっぱり食べれる美味しいスフレケーキを作っていきたいと思います。焼いた時に表面が割れずに綺麗に焼き上げる方法も一緒にご紹介していきます。手軽な材料で作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。プレーンヨーグルト、卵、お砂糖、薄力粉、レモン汁です。こちらの材料で作っていきます。卵のサイズは M サイズを使います。こちら L サイズを使用していただいても同じ分量で作っていただいて OK です。今回作るスフレケーキにはこちら、ブルガリアヨーグルトのプレーンタイプですね。より濃厚でね、ふわっとしたスフレケーキにしたいと思うので、ヨーグルトは水切りして作っていきたいと思います。そして今回はこちらの直径15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちらはね、底付きのタイプになってます。底抜けタイプのものを使用する場合は、今回湯煎焼きするので、底の部分をアルミホイルで覆って使うようにしてください。オーブンシートまたはクッキングシートを丸くくり抜いて、そこに敷いて、側面の部分はこのように細長く切って、このように型にセットしておきましょう。で、今回私が使ってるのが繰り返し使えるオーブンシートです。こちらは一度切っておくと洗って何回も使用できるので、すごくおすすめです。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてこちらの型はですね、必ず生地を作る前にセットしておきましょう。それでは早速作っていきます。まずね、先ほど材料説明の時にも言ったんですけれども、今回ヨーグルトは水切りして使います。ではまずね、このザルにキッチンペーパーを敷いてください。で、この下には必ずボウルを置いてください。はい、こんな感じです。ここにヨーグルトですね。こちら今水切りしていない状態のヨーグルト、こちらを入れます。そしたらですね、この上にまたキッチンペーパーを置きます。で、こう蓋をするイメージですね。で、あとはこの上に重しになるようなこういったね、ココット皿とか、またはね、お皿とかマグカップとか何でもいいので、重しになるようなものを置いてください。で、ちょっとね、この重さじゃ足りないなっていう時は、また追加でこういったココットを乗せていただいても OK です。はい、ちょっとこう重しになってるなっていう感じがあれば OK です。でね、もうすでにね、今もう水切りされ始めてます。ではこのまま水切りを1時間していきます。はい、1時間経ちました。こちらを溶かせます。はい、こんな感じで水切りされてます。1時間でもね、このようにしっかり水切りすることができます。で、このね、水切りで出たこちらの水分なんですが、これはホエーと言います。これはですね、栄養があるので、そのまま飲んでいただいても大丈夫ですし、スムージーとかそういったものに入れたりとか、あとはスープに使うのもいいかなと思います。それでは、この水切りしたね、ヨーグルト部分を取り出します。これで水切りヨーグルトは OK です。ヨーグルトはですね、水切りした状態で、現在ね、こちら 190g です。ヨーグルトの種類だったりとか、どのぐらいの重さをかけたかによっても多少変わってくるかと思うので、だいたい水切りして180から 200g あれば OK です。続いてこちらの卵を白身と黄身に分けていきます。こちらを白身、卵黄。はい、このように分けました。で、最初に卵黄の生地を作っていきます。こちらの卵白は後ほどメレンゲにしていきます。卵白は冷たい方が泡立ちが良くなるので、こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。では初めに卵黄の生地を作っていきます。まず卵黄だけを軽く溶きほぐします。はい。で、そしたらこちらに水切りしたヨーグルトを加えます。そしてまずこの2つを混ぜましょう。このように滑らかになれば OK です。それでは薄力粉をふるって加えます。そして混ぜましょう。はい。で、このようにしっかり混ざれば OK です。で、この時にちょっとダマが気になる時は一度こしてください。卵黄の生地はこれで OK です。それでは今からメレンゲを作っていきます。このタイミングでオーブンを200度に予熱し始めてください。今回私はハンドミキサーを使いますが、手動の泡立て器を使う場合は同じぐらいの泡立て具合を目安に泡立ててみてください。それではまず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、そうす
するとこのようにきめの粗い泡ができます。ここにお砂糖をすべて一度に入れましょう。でまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、そうするとメレンゲにツヤが出て柔らかい角が立つぐらいですね。すぐピンと立って折れるぐらいの角が立ちます。でそしたら最後にこちらレモン汁を加えます。このレモン汁は卵白の泡を安定させてくれるので一番最後に入れるようにしてください。そうするとしぼみ防止になります。それでは最後はね低速で1分泡立ててきめの細かいメレンゲにしていきます。はい、これで OK です。柔らかい角が立ちます。こんな感じ。ちょっと折れるぐらいですね。このぐらいです。この時に泡立てすぎるとひび割れの原因になってしまいますので、泡立てすぎには注意してください。それではこの2つの生地を合わせていきます。まずこの卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れます。で1回目はねよく混ぜます。2つの生地をなじませるイメージですね。それをよく混ぜましょう。でこのぐらいねトロトロっとした感じの生地になります。そしたらもう1すくい加えます。今度はですね泡立て器をメレンゲに向かって差し込んでくるっとひねります。であとはボウルをこのように回しながらふわっと混ぜていきましょう。でメレンゲの筋がなくなれば OK です。最後はですねこちらメレンゲの方に生地を戻し入れます。これは混ぜムラを防止するためですね。3回目も同様に泡立て器を差し込みながらこうふわっと混ぜていきます。でそこからもこうすくい上げるように混ぜていきましょう。混ぜムラがないようにね注意してください。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。生地の硬さはこのぐらいです。ホイッパーですくった時に本当にゆっくり生地が下にボテッと落ちるぐらい、チュンと角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいの生地の硬さになります。それでは用意しといたこちらの型に生地を流し込みます。このぐらいちょっとボテッとした感じですね。ゴムベラを上下に動かして表面を慣らします。で少し高いところから 2,3 回落とします。それではこういったね耐熱のバットかまたは耐熱のちょっと高さのあるお皿にキッチンペーパーを 2,3 枚重ねてのせます。でこうやって1枚引いていただくことでゆっくりスフレケーキに熱が入ってしっとりとした食感に焼けてさらにひび割れ防止にもなります。でここにのせます。そしたらだいたいね80度前後のお湯を注ぎます。そこから 1,2 センチぐらいですね。それではこちらを200度に予熱したオーブンで、まずはじめに15分から20分ほど表面に焼き色がつくまで焼いてください。この時ねちょっとひび割れそうだなと思った時はちょっと開けてください。3秒ぐらい開けてまた閉じて引き続き焼き続けてください。でその後焼き色がついたら今度はそのまま温度を130度に下げていただいてその後50分焼いていきます。この時も同様に表面が割れそうになった時はオーブンの扉を3秒から5秒ぐらい開けて少し空気の入れ替えをしてください。そうすることでひび割れ防止になります。あとは表面にね焼き色がつきすぎちゃったなっていう時は途中でアルミホイルをかぶせて焼いてください。それでは早速焼きたいと思います。はい、今ねこのように焼き色がつきました。そしたら一旦ね止めてオーブンを余熱なしで今度は130度でこれで50分焼いていきます。はい、50分しっかり焼いていきます。はい、焼き終わりました。このように表面も綺麗に焼けました。それでは高いところから落とします。でこうやって一度落としていただくことで熱い蒸気が抜けてしぼみにくくなります。ではねこちらを取り出していきます。まずですねオーブンシートを少し上に持ち上げて剥がします。この時やけどしないようにね注意してください。でそしたらクッキングシートを用意してその上に裏返します。よいしょ。で型を取り外します。それでは剥がします。ピリピリピリーっとはい、こんな感じで綺麗に仕上がってます。そしたらお皿を優しくかぶせてくるっとひっくり返します。よいしょ。であとはオーブンシートを剥がします。ペリ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 ここだけねちょっとだけひびが入っちゃったんですけどこのぐらいはね許容範囲かなと思います。はい、こんな感じでプルプルに仕上がりました。
それでは早速いただきたいと思います。おー、ふわふわですね。いただきます。すっごくふわふわで、口の中に入れるとね、シュワッと音がします。このヨーグルトの酸味とレモンの酸味が程よく混ざってすごくすっきりしてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヨーグルトスフレケーキのポイントです。まずヨーグルトは水切りして使うようにしてください。そうすることでとても濃厚でしっとりとした美味しいスフレケーキに仕上がります。そしてですね、水切りしたヨーグルトにまず卵白と砂糖とレモン汁以外の材料を合わせていただいて、その後メレンゲを作りました。メレンゲを作る時のポイントなんですけれども、メレンゲは泡立てすぎないように注意してください。泡立てすぎるとですね、焼いている時にボワッと膨張して膨らんでひび割れの原因になりますので、柔らかい角が立つぐらいを目安に泡立ててみてください。そして生地を混ぜる時のポイントなんですけれども、最初は結構しっかりめに混ぜちゃって OK です。その後はね、ふわっと混ぜて仕上げるようにしてください。ここで混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまいますので、混ぜすぎには注意してください。そして焼く時のポイントです。今回は湯煎焼きで焼きました。焼く時は肩の下にキッチンペーパーを 2,3 枚敷いていただいて、その上に肩を置いてください。そうすることでゆっくりと熱が入ってしっとりとした仕上がりになります。今回ね、私はね、端っこの縁の部分がちょっとだけ割れちゃったんですけれども、これ割れた原因としては200度で焼き色をつけてる時に途中でね、扉を開けるのを忘れちゃったのでちょっとね、ひびが入ったんですけれども、これはですね、本当にオーブンの種類によって変わってくるので、もしね、見ていただいてひびがちょっと入りそうだなって思った時はもうすぐ扉を開けるようにしてください。そして3秒から5秒ほど開けていただいて、また扉を閉じて続けて焼くようにしてください。そうするとひび割れもせずとても綺麗に仕上がります。で、これはですね、130度に温度を落としてからも同じです。130度でずっと焼き続けてるとそれでもひび割れする場合があるので、途中で様子を見ながら扉を開けて空気の入れ替えをしていただくといいかなと思います。表面が焦げそうな時もアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。そして食べる時のポイントなんですけど、出来たてもね、ふわふわでとても柔らかくて美味しいんですが、これを冷蔵庫で1日冷やしていただくととてもしっとりとして濃厚な仕上がりになるので、ぜひね、両方楽しんでいただけたらと思います。材料は手軽でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はふわふわのヨーグルトスフレケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。